産業革命の時代に SF っぽい名前をした作曲家は誰だということで1760年代です。前回1750年代はブーシェ、そしてポンパドゥール夫人がロココ時代を謳歌していました。そして7年戦争やフレンチ・インディアン戦争が起き、ディドロ・ダランベールによる百科全書やルソーによる人間不平等起源論が出版された時代でした。さて、このロココ時代の絶頂期にもう一人ロココの代表的画家が登場します。それがフラゴナルドです。パンツ見えるみたいなゆるゆるの時代を象徴していますね。相当に気楽でゆるい時代だったようです。それにブランクが描かれるなんてことはこれまでの時代ではなかったことですね。ちなみにこの絵の左にいる若い貴族の男性はブランコに乗っている女性の愛人であり、そのブランコをしている右の初老の男性はブランコに乗っている女性の夫です。当時はこういった結婚や愛人に対する観念は現代よりもっと自由なものだったとされています。そしてフラゴナールは1740年代と1750年代に登場したロココの代表的画家であるブーシェの下で学んだロココ美術の最後を飾る画家です。なぜ最後かと言いますと、早くもこの時代あたりから次第に時代が変化していき、次の時代あたりでロココは下火となっていくからです。その原因は神話画にかこつけては何かとヌードを描くブーシェや、このフラゴナールの絵に代表されるようなロココ美術の軽薄さがこの時代あたりに批判され始めたためです。例えば前回1750年代に百科全書を執筆したディドロもロココ美術の批判を行うなど、ロココ美術は次第に堕落した退廃的なものとして扱われるようになります。そしてロココにとって変わられた前の世紀である17世紀の偉大なるフランス古典主義美術を復活させようとする保守的な運動が起こります。当初フラゴナールは宗教や神話を題材にする歴史画の革新を起こす待望の画家と期待されていましたが、彼は自らそういった正統派の画家になることを拒み、こういった風俗画などを題材にしたロココの絵を多く描きました。そのため後の時代にロココとは正反対の様式である古代ギリシャ・ローマの美術を理想とする新古典主義の時代になると、フラゴナルは批判の対象となってしまい、晩年は失意のもと亡くなってしまいます。このようにフラゴナルは時代の狭間に来たことが不幸と言える画家かもしれません。さて、タイトルにもあるように、この1760年代にイギリスで産業革命が始まったと考えられています。そしてその産業革命の時代に SF っぽい名前をした作曲家とはこの人、 C.P. バッハです。C.P. バッハとはスター・ウォーズなどの SF 映画に出てきそうな名前ですよね。しかも見た目も即はかとなく R2D2 みたいな感じもします。産業革命の時代にふさわしい名前と見た目で時代をイメージする上で実にありがたい存在です。 C.P. バッハはかの J.S. バッハの息子で、本名はカール・フィリップ・エマヌエル・バッハと言います。 J.S. バッハを筆頭にバッハ一族には音楽家が多いので、それぞれの名前の区別をつけるためにこのように C.P. バッハとか彼の父を J.S. バッハといったように呼びます。 C.P. バッハは1740年代に登場したプロイセンのフリードリヒ2世の宮廷音楽家としても活躍し、生前から高い名声を博し、後の時代の偉大な作曲家たちのかなり大きな影響を与えました。このように J.S. バッハの息子たちは父親と違い、生前から高い名声を博し、当時一流の作曲家として活躍していました。そしてこの時代あたりは前回1750年代にお話ししたように J.S. バッハのような複雑で難解な音楽が古臭いものとして扱われ、反対に明快で華やかなギャラント様式と呼ばれる音楽が好まれていた時代ですが、そうした音楽の担い手としてヨーロッパ中で活躍したのがこの C.P. バッハなどの J.S. バッハの息子たちです。しかし19世紀以降は J.S. バッハの息子たちは忘れ去られ、反対に父親の J.S. バッハは神格化されるという皮肉な結果になります。この場合 C.P. バッハなどの息子たちの才能が父親より劣っていたというのではなく、
どの時代に生まれて、その時代にどういった音楽が好まれていたかということが、後世における評価に対して大きな結果となって現れているように思います。ちなみにもう一人のバッハの息子、J.C. バッハは、バッハの息子らしからぬオペラ作曲家であり、産業革命以降のイギリスで活躍し、国際的名声を博します。そしてこのイギリスでは産業革命以降、さらに資本家が金に物を言わせて、ますます外国の一流の音楽家たちを呼び寄せてコンサートを開き、どこよりもコンサートが盛んな地域となります。その代わり、1680年代のパーセルの登場以降途絶えている自国の音楽家が育つチャンスはなく、今後も途絶えたままとなります。しかもその後ようやく登場するイギリスの作曲家にしてもほんの数人レベルといったところです。美術においてもこの後イギリスの画家は何人か登場しますが、それでも到底フランスにかなうレベルではありません。このように国の繁栄だけが必ずしも芸術の繁栄につながるわけではないというのがイギリスの例でよくわかりますね。そして決してイギリス人は音楽性がないとか、音楽を作ることに興味がない国民性だとか、お国柄といった安直なステレオタイプも通用しないということが20世紀のロックシーンによってよく理解できます。20世紀1960年代以降にロックが一大ムーブメントとなり、その後の20世紀の文化を決定づけることになりますが、ロックにおいては完全にイギリスが中心地でした。次いでアメリカがその後台頭してきますが、バッハ一族やヘンデルなどの偉大なるクラシック作曲家たちの故郷であるドイツなど存在しないに等しいです。特にロック黄金期だった1960年代に、当時なんと無名の存在であったあの天才ギタリストジミ・ヘンドリックスがわざわざアメリカからイギリスに渡って初めて成功を手にするというくらい、イギリスが世界の先端を切っていました。しかし、もしイギリスでビートルズが誕生しなかったら、当時多くのブルースミュージシャンやエルヴィス・プレスリーなどが活躍していたアメリカが、そのままロックの覇権を握っていた可能性もあるかと思います。これもやはり、ちょっとした偶然の出来事で、その後の歴史の流れが大きく変わってしまうということを表しているように思います。そしてイギリスにおけるクラシック音楽の場合を考えると、イギリスはカルバン派の影響による芸術の枯渇、そしてそのカルバン派であるクロムウェルによって1650年代に音楽界が荒れ果てたこととか、その後の資本家が金に物を言わせて外国人の音楽家たちを招いたといったことなどの当時の社会状況が要因となり、偉大な作曲家が登場しなかったなどと考えられそうです。そしてもう一人、この1760年代にはオペラ改革者と言われるグルックが活躍していました。グルックはドイツに生まれ、パリなどで活躍した作曲家で、オペラの改革者とされています。ただしグルックはドイツ語のオペラは一曲も書いていません。このグルック以前のオペラは作品よりも歌手が主体となっていて、彼ら歌手たちは得意な曲を延々と歌ったり、自分の技巧を見せびらかすなど、台本を無視した好き放題な状態となっていました。そういった状況に対してグルックは物語が主体で、それを音楽で表現するという心情のもと、歌手ではなく作品が主体となり、物語と音楽が釣り合ったかつてのオペラを復活させました。そうしたグルックによるオペラは、後の時代のオペラにも影響を及ぼします。そしてこの1760年代に、タイトルにもあるように、イギリスにおいて世界で最初の産業革命が起こります。しかし突然この時代に産業革命が起きたというよりは、18世紀初頭からの技術革新の流れの中で、この時代にひときわ重要な改良がなされ、その後の時代の躍進を担ったと捉える感じです。その改良というのがワットによる蒸気機関の改良です。18世紀初頭あたりからすでにあった水蒸気を利用して動力に変えるという蒸気機関をワットは大幅に改良しました。
そして最初は炭鉱内での水を汲み出すための動力源として使用されたワットの蒸気機関は、後に紡績工場に使われるようになり、これによって安価な綿織物を多く生産できるようになります。さらに蒸気機関は19世紀以降に鉄道などの動力源として使われることによって交通革命を起こし、さらにあらゆる機械の動力として使われ、機械の時代を到来させるなど、産業革命を大きく推進していくことになります。そしてこれ以降、社会は大きく変化していくことになり、労働者たちを工場に集め、機械を用いて分業で生産に従事させる形態である工場制機械工業が出現し、資本家と労働者という搾取体制の社会構造である現代にも続く資本主義社会が確立されます。それによって、後の時代に子供までが劣悪な環境で一日中働かされるなどの大きな問題が生まれます。そしてそういった問題に対して共産主義の思想が誕生します。さらに1750年代に登場した経済学者ケネーによる穀物の輸出の自由化や自由放任主義を主張する重農主義の考えにのっとり、この時代に農業革命が起きます。これは資本家がそれまで農民たちによって共同で利用されていた土地などを柵などで囲い込んで農民たちから土地を奪い、その地で賃金労働者を雇って穀物生産を行わせる利益追求のための資本主義的な農業経営です。これによって土地を奪われた多くの農民が都市の工場で働かざるを得なくなったため、都市の資本家は安い値段で雇用できる大量の労働者を確保できるようになりましたので、これによって産業革命が促進されました。さらに資本主義的農業経営により穀物の生産は増大したため、その穀物によって都市の労働者の人口を増やすことが可能になりましたので、産業革命はさらに促進します。もはや家畜相手にしているような話ですね。さらに1830年代以降にイギリスの技術を受け継いだヨーロッパ各地でも産業革命が起き、それぞれが植民地から原料を安く購入し、さらに自国の製品を売りつけるための植民地を獲得する植民地拡大の競争が始まります。産業革命に乗り遅れた地域はたまったもんじゃないです。このように世界のどこよりも早く産業革命を達成したイギリスは世界の工場と呼ばれるようになります。それが実現できたのは、イギリスはどこよりも早く絶対王政を倒し、市民社会を実現していたので、自由な商業活動ができるようになっていたという基盤があったことが大きな要因です。それでは最後にこの時代に書かれた絵を2枚紹介します。最初の絵はこちらです。無限罪の御宿りは1660年代にお話しした聖母マリアは現在を免れていたと主張する当時公式には認められていないマリア信仰です。宗教画は久しぶりの登場ですね。宗教画は1700年代以降書かれることはかなり少なくなり、今後も書かれることはほとんどないくらいです。それほど啓蒙思想の影響力が強まり、宗教の力が弱まったということですね。ここに書かれているバラやユリは聖母マリアの純潔を表すアトリビュートです。聖霊を表す鳩も図上に書かれています。そしてここではマリアは悪の象徴である蛇を踏みつけ、悪に対する勝利を表しています。しかし蛇というよりドラゴンのように見えますね。しかも今更踏みついても遅いですよね。蛇がイブをそそのかす前に踏みついておくべきでした。ティエポロはイタリアの画家ですが、スペインやドイツでも活躍し、相当な名声を博した画家で、今回登場したフラゴナールにも影響を与えるほどでした。しかしこの頃のイタリアはかつてのような輝きはなく、この外国で活躍したティエポロを最後に今後ほとんど登場しません。もはや美術はフランスのものとなり、今後もフランス一辺倒となります。最後にはこちらです。ロココな感じがしなく、なんか古めかしい感じがする絵ですよね。これは今回のフラゴナールのところで少しお話しした次の時代様式である古代の美術を模範にした新古典主義への移行段階にあたる作品と言えます。このビアンは新古典主義というよりはギリシャ趣味のいわば古代風な作品で人気を博した画家です。この絵でも衣装や建築様式の一部なども考古学に基づいて描かれています。ちなみにアモルとはキューピッドのローマ読みです。この絵は行商人が高貴な身分の女性にそのアモルを売っている場面です。しかしキューピッドが売り物とは驚きですね。お安くしておきますよって感じで羽のつまみ方がこなれていますね。ということで1760年代は
ロココを代表するフラゴナールがロココの過渡期に活躍し、音楽界ではバッハの息子 C.P. バッハが父親以上に名声を博し、後世の偉大な作曲家たちに大きな影響を与え、グルックがオペラの改革をしました。そしてイギリスで産業革命が起きた時代でした。次回は1770年代です。ついにアメリカ独立戦争の時代です。それでは。